さんこんにちは、研磨屋です。今回磨いていくのはこちら。前回に引き続きスペイン製のデニックス社による五色銃のレプリカです。今回からルーターを新しくしました。液状研磨剤3種類、バフは3種類使います。バフはマンドレールに付け替えて使います。詳細は概要欄からどうぞ。スペイン製デニックス社によるフィラデルフィア・デリンジャーのレプリカです。デリンジャーはリンカーン暗殺事件に使われたことで有名になった小型のパーカッション式単発銃です。金属部分は亜鉛合金でゴールドの錆加工メッキがされています。グリップなどはフェイクウッドの樹脂製です。全長は約20センチと小柄ながらも重量は約 500g ほどあります。銃口は閉塞されています。重心はダイキャストで作られているようで結構傷が多いです。ダイキャストというのは一度高温で材料を溶かして液体にして型に流し込んで成形する金属加工の方法のことです。ダイキャストは同型を揃えやすく大量生産向きなので比較的安く金属を成形することができますが、その分小傷やクラックと呼ばれるひび割れのような傷がかなりの確率で発生します。まず SLS200 を使って重心を磨いていきます。使用するのはフェルトバフです。今回は重心のゴールドメッキは完全に剥がして表面に近づけます。その他の部分はゴールドメッキを残したまま光沢を出していきたいと思います。やはり一皮むくと傷がかなり目立ちますね。できるだけ傷も目立たないように磨いてなだらかにしていきます。磨き終わったら一旦洗い流して次に行きます。次に SLT400 を使って全体を青鉄バフで磨いていきます。使うバフは中磨き用の洗面ミシンの青鉄バフです。周囲に汚れが飛び散るので汚したくない場合はしっかりマスキング保護した方がいいですね。細かい傷やメッキの残りがないようにできるだけ丁寧に磨くとその分仕上げが楽になります。磨き終わったら一旦洗い流して次に行きます。最後に SLV10000 を使って全体をシーツバフで磨いていきます。やはり仕上げ作業が一番楽しいですね。みるみる光沢が出てくるのがお分かりになると思います。SLV10000 を使って磨くコツですが、研磨力は少ないので磨いた後もうちょっと光沢が欲しい場合、重ねて塗り磨き上げを何度か行うようにすると理想の光沢感に近づけられると思います。バフを1箇所に当てすぎたり必要以上に力を込めるとその部分だけメッキが剥がれてしまったり変色の原因にもなるので注意しましょう。ルーターは高速回転に設定して優しく撫でるように磨いていきます。磨き直しだけであればこれだけあれば十分です。綺麗になったら全体を磨き上げて作業は終了です。最後に注意事項です。日本で購入できるデニックス社の製品は五色銃に分類され、鑑賞用インテリア品または美術品です。ピストル類に弾丸発射機能はありません。本動画の内容については警視庁生活環境課および所轄署生活安全課に確認済みです。本動画は美術品の磨き直しを目的としたもので、違法な銃の所持や違法な改造など犯罪行為を助長するものではありません。エアガンやモデルガンを違法に改造することは絶対にやめましょう。それでは最後にビフォーアフターです。完成品がこちらになります。重心は少しデコボコしていますが綺麗に鏡面になりました。
その他の金属部分はゴールドメッキはそのままに深みのある光沢に仕上がりました。こちらも後日メルカリにて販売予定です。ご視聴いただきありがとうございました。Twitter、インスタ、Facebook、TikTok のフォローもよろしくお願いします。動画内で紹介している研磨剤は概要欄のリンクにあるストアーズ、ベース、クリーマ、メルカリからご購入いただけます。チャンネル登録、グッドボタン励みになりますので、ぜひそちらもいいねよろしくお願いします。